ちゃんと Apple 製品も見ていかないとですね、公平にレビューができないということで M1 チップ版の、MacBook Pro もあったんですけど、恒例のニューチェックがありますので、どうもこんにちは。サーフェイスファンチャンネルのタカフです。このチャンネルではサーフェイス製品のレビュー動画やサーフェイスに関する役立つ情報などをアップしていってます。そして今日のテーマはででん MacBook Pro 13インチインテル版の開封レビューをしていきたいと思います。こちらですね、サーフェイスファンチャンネルということなんですけど、やっぱりね、Apple の MacBook Pro もね、最新の MacBook Pro も買ってで、ちゃんと Apple 製品も見ていかないとですね、公平にレビューができないということで、一応このインテル版の MacBook Pro の最新モデルを買いました。普段はですね、僕、普段の仕事は主にプログラミング関係で、仕事をしてるんですけども、仕事によってはですね、僕がメインで使っている Surface Pro 7の、Windows であったり、仕事によっては、Mac を使ったり、使い分けているんですけども、次回ですね、この最新の Surface Pro 7と最新の、インテル版の MacBook Pro の、比較をしたいと思いまして、最新同士で比較をしたいと思ったのでちょっと買ってみました。ちなみにですね、僕Apple 信者ではないんですけど、Apple 製品は結構好きでして、このようにですね Apple Watch だったり、AirPods Pro とか、あとはiPad Pro の11インチとかも、使ってまして、この今撮影しているカメラも iPhone 12 Pro というところで、結構僕 Apple 製品好きなんですね。そんな、感じなんですけども、今日はねちょっとこの MacBook Pro の、開封レビューというところで、ちょっと中を開けていきたいなと思います。それでは行きましょう。ゴー。はい、それではですね、開封レビューなので、実際に開封していきたいと思います。今回買った、スペックはですね、MacBook Pro、インテル版の方になりまして、こちらですね、Core i5 の、16GB メモリで 512GB ストレージのやつですね。MacBook Pro ですね、このスペック買うとしたら、これ一応最低スペックになってまして、最低スペックから、この Core i5-16GB が 512GB ストレージっていうのはいいですよね。でもこれだけで、結構パワフルな PC アッパーとなってますね。では開けていきます。ここからですかね。こんな感じで開けていきます。いやー、いつもね、この新品の PC っていうのはね、気持ちいいですよね。開けるときっていうのは、この時ばかりは、子供心に戻れる、童心に戻れますね。はい、というわけで、開いていきます。重いっていうか、これ Mac のね、いつも iPhone もそうなんですけど、開けにくいんですよね。わざとそうしてるんでしょうけど。はい、出ました。MacBook Pro。綺麗。うおー、ピカピカですね。これはUSB-C の充電ケーブルですね。あとこっちに、AC アダプターがついてます。ちょっとこれだけ抜いておいて、この箱はちょっと置いときまして、こちらですね。取っていきます。気持ちいい。これね、いいんですよね。はい、こんな感じですね。開封しました。これをですね、開けていきたいと思います。どんな感じですかね。これが新しいキーボードか。よっと、開けたらもうすぐ電源つくんですね。これも Apple さんのこだわりなんでしょうか。日本語を使用するにはリターンキーを喋り出した。ここから多分セットアップですよね。いやー、綺麗だな。とりあえず、セットアップを完了していきたいと思います。はい、というわけでですね、開封して、一通りのセットアップが完了しました。やっぱね、新品の PC っていうだけあって、めちゃくちゃ綺麗ですね。で、Mac はですね、このキーボードの配置がね、やっぱ美しい
としか言いようがないっていうぐらいなんか綺麗なんですよね。一応今までの、MacBook Pro のですね、昔のやつと、比べると、前はここがですね、タッチバーで全部繋がってたんですけど、この2020年モデルはここが電源ボタンとエスケープキーがハードウェアキーになっていまして、押し間違いを確か、少なくするためにこうやってたかと思います。で、ここ指紋認証になってまして、一瞬で解除ができますね。今の時代ですね、結構マスクすることが多かったりするんで、こういう時はね、結構指紋認証が便利だったりしますね。で、ここで、僕がですね、今まで使っていた2018年モデルの、MacBook Pro と比べますと、こんな感じなんですけども、やっぱね、打鍵感が、変わったんですよね。2018年モデルだとかなり薄っぺらい感じのキータッチになってるんですけど、これがね変わりまして、新しい MacBook Pro 2020年の MacBook Pro は、このキーボードがね、変わりまして、このなんかかなり気持ちのいい、打ち心地のいい、キーボードに変わりましたね。こんにちは。Surface ファンチャンネルですと。気持ちいい。いいっすね。なんかね、打ち心地としては、Apple キーボードと同じような感じですね。僕このように Apple キーボードも、がっつり使ってるんですけども、この打鍵感が僕大好きでして、気持ちがいいんですよね、これがね、打ってると。で、これの打鍵感に新しい2020年の MacBook Pro は、似ている気がします。なので、本当にテンポよく、小気味よく打てるのかなというところですね。で、2018年に比べて、ここ薄さがなんか、変わりましたね。ちょっとこのキーボードにするために分厚くしてるっぽいです。昔のがちょっと薄かったんですね。なので今回こちら重量が 1.4kg になっちゃってるんですね。結構重いです。ずっしりきます。薄さに関しては2018年モデルの方が好きだったんですけど、これちょっと分厚くなっちゃいましたよね。持った感じはずっしりきますね。これはしょうがない。プロというだけあってたくさん詰め込んでるっていうことですね。外観としては一応そんなところですね。このトラックパッドはやっぱ大きくていいですよね。Surface Pro 7の方だと結構ちっちゃめになってるんですけど、トレンドとしてはちょっとトラックパッドも大型化になってまして、こんだけ大きいとですね、いろんな Mac の操作が、Mac だからっていうのもあるかと思うんですけど、やりやすいですよね。素敵です。はい、というわけで、外観チェックとしては、以上のような形でしたね。で、一応ね、Surface ファンチャンネルといえば、PC の匂いチェック恒例の匂いチェックがありますので、MacBook Pro がねちょっとどんな匂いなのかっていうのは、お伝えしておこうと思います。では、いきます。いい匂いです。MacBook Pro にはですね、Apple の技術の結晶の匂いが詰まっておりました。はい、続いてですね、一応この MacBook Pro には、4つの USB-C ポート、サンダーボルトポートとも言えますけど、この USB-C ポートが、ついていまして、僕の持ってるですね、前にもレビュー動画を上げましたデルの U27209 と U27209M のですね、USB-C 接続ができるのかっていうところも一応見ておきましょう。これをですね、カットでここにつなぐだけですね。 USB-C 接続なんでそのままカット、USB-C をつなぐだけでですね、はい、こんな感じでですね、簡単にできてしまうんですね。これいいですよね。 Surface Pro 7はね、USB-C ポート1ポートしかないんですけど、 MacBook Pro ね4ポートもありますので、このようにもうつなぐだけで、拡張のデスクトップができるというわけですね。これはね僕の
MacBook Pro のね、結構好きなところです。このようにですね、MacBook Pro のいいところはやっぱりここの、USB-C ポートが、また4つあるので、すぐにね、2つのデュアルディスプレイが、セットアップできて、結局3画面構成で、PC1 台からこれができてしまうっていうのがいいですよね。僕はねやっぱ好きなのはこの外付けキーボードと、マウスを用意して、デスクトップスタイルでやるっていうスタイルが一番好きなんですけど、結局これが一番仕事をはかどるかなっていう気が、してますね。であとですね、この MacBook Pro というか、Mac のメリットをちょっと、紹介しますけども、やっぱりね、一番いいよと言われているのが iPhone とか iPad とかの、親和性ですよね。こんな感じで、写真をですね、何枚か撮って、で、この簡単にですね AirDrop っていうところで送るとですね、ポンと、何もケーブルつながってないのに送ることができまして、ここにすぐにね、iPad、iPhone で撮った写真を、無線で送ることができます。これはやっぱね便利ですね。でそんな MacBook Pro なんですけど、僕が個人的に思う、デメリットとしましては、やっぱりねこの MacBook Pro ね、これだけで 1.4kg あるので、ちょっとねずっしり感がやっぱありますよね。重さをどうしても感じてしまいます。Surface Pro 7ですとタイプカバーついて 1kg ほどなので、カバンに入れてもあんま気にならないんですけど、 MacBook Pro はですね、これはちょっと 1.4kg はやっぱりカバンに入れると、ずっしりくる重さかなっていう気がします。であと他にデメリットとしまして、やっぱりね Mac ってね有料アプリを買うことが多いんですよね。まずオフィスもそうですね。マイクロソフトオフィスは、Surface Pro 7は最初からついてますけど、こちらの場合は、Mac 版オフィスを新たに買わなくちゃいけなかったり、他にもですね、便利なアプリは結構 App Store の方で買う必要があるんですよね。ちょっとそのあたりがねどうしてもお金が必要になってきますよね。買った後もこのアプリとかソフトウェアで必要になってくるというところですね。はい。であと、一応ですね最近発売された M1 チップ版の、MacBook Pro もあったんですけど、なんでそっち買わないのっていうところの疑問なんですけども、結構ですねその M1 チップ版すごい評判が上々で、フルシリコンと言われる、Apple 独自の CPU を積んだ、MacBook Pro なんですけども、やっぱりね、僕の個人的な見解としてはまだちょっと、仕事で使うには早すぎるかなというところでした。というのもですね、いくつか、まだまだやっぱりデメリットみたいなところもあるんですね。まず一応、チップ版のですね、CPU だと、ちょっとまだ動かない、アプリがあるっていうところ、あとですね僕このように、2画面出力、してるんですけど、これがね一応 M1Mac の方ではまだできないっていうところで、あとメリットと言われる iOS アプリが、一応その中で使えるっていうところなんですけども、その iOS アプリもまだまだ使えるのはないというか、少ないというかあんまりないというところですね。でさらに、今回は僕メモリ 16GB のあとストレージ 512GB なんですけど、その構成に MacBook Pro ね、M1 チップのやつをそのメモリ 16GB で SSD の 512GB 近づけますと税抜き17万4800円っていうところで、あんまりねインテル版と変わらなくなってくるっていうところがあったんですね。やっぱりメモリ 8GB はちょっと Mac きついなと思ってるんで、16GB を選ぶとあんまりインテル版と値段も変わらないと。で最終的に M1Mac にいいと思うんですけど、あんまりでも外観もこう変わらないと。結局 M1 チップの MacBook Pro も 1.4kg の重さがあるそうなんで、おいそこも変わんねえのかよっていうところですと買う意味ないかなと思いますね。一部のアーリーアダプターといいますか、早くね試したい人とかにはすごいいいと思うんですけど、実際ね本当にバリバリちょっと仕事で使うとかなってくるとちょっと M1 の方はまだ、控えておいて、やっぱりこの2年後ですかね
Apple も2年かけて M1Mac の方に移行していくっていうところなので、そのタイミングで、変えて、そのタイミングでまた Surface と比較できたらなと思っています。はい、というわけで、まとめなんですけども、なんだかんだ言って、僕 Mac でこう仕事するんだったらやっぱりMacBook Pro 13インチが一番おすすめかなっていう気は、してます。 MacBook Air だとやっぱちょっとパワーも弱めですし、 MacBook Pro の16インチだとちょっとね画面大きいのはいいんですけど、持ち運びするにはちょっと重たいなっていう、重量がありますので、このね重すぎず軽すぎずっていうところで、あとパワーも、ありますし、このように2画面出力も、できるっていうこのインテル版 MacBook Pro 13インチが、結構好きですね。なのでこれが僕的には一番おすすめかなと思います。Surface ファンチャンネルでは、このように Surface 周りのレビューもするんですけど、Mac もねやっぱり買って、行ってそれでSurface と比較していこうと思ってるんで、このような Mac に関するレビュー動画とかもアップしていってます。そして次回ですね、いよいよ Surface Pro 7とこの MacBook Pro の13インチインテル版、これと、どう違うのかっていうのを、徹底比較して、またお届けしたいと思います。チャンネル登録していただけると、このような Surface 製品に関するレビューや、Mac に関するレビューなども、お届けできるかと思います。それでは以上になります。バイバーイ。